この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。ふむ、ここが噂に聞く帝国の博物館か。これまで入る機会はなかったが。俺たちは中森さんに連れられ、怪盗が侵入したという博物館までやってきていた。フロアの最上階。ここには陶器や絨毯などの工芸品的なものが多く並んでいる。この施設は未来にもあるのか、司？ありますね。上野の博物館といえば100年後でも有名です。まして、失われでもしない限りは展示品のラインナップもこのまま引き継がれていくだろう。ある意味で未来と最も変わりない場所と言えた。失礼ですが、お二人は博物館という施設についてご存知ですか？博覧会のようなものだろう？いえいえ、まあ昔はそのような認識が一般的ではありましたがね。西洋のミュージアムという考えを取り入れて日本も変わりました。ミュージアムとは無声音、ミューズのいるところを指します。学芸を司る女神たちの住みどころというわけですな。博物館はただ見せ物を並べるだけでなく、国民の見聞を広く博するために欠かせない機関なのですよ。そうだ、あれを持ってこよう。すみません、少々お待ちください。そう言って中森さんは席を外してしまう。俺たちは二人で残って会話を始めた。思えばこれまで博物館という場所に縁はなかったな。初代万博のカタログだけは家にあったが。第1回の万博って、そうか、イギリス。所長の故郷ですね。とはいえ、私はまだ生まれていなかったが、おばから話を何度も聞かされてな。ロンドンのハイドパークで行われたと。クリスタルパレスが建設された時ですね。そう考えるとすごい時代だ。俺の思う万博といえば万博公園に行ったことがあるくらいです。だから。万博公園？ああ学ばんなー。2週間経っても学ばんなー。もしや、いずれ日本でも万博が開かれるというのか？さすがは花の程度だな。大阪なんですけどね。なんだと？言うなよ。そんなこんな周りの人には聞こえないよう時代トークを交わしていると、何やら下の階からすっとんきょうな声が響いてきた。本当にすっとんきょうな声だ。まさか中森さんが。死体だと？聞いたことのある声のような。新聞記事を見て、なんか勝手に侵入して調べに来たんやろ、どうせ。お前が。ここは4階だから下の3階から悲鳴の主がものすごい勢いで駆け上がってくる。死体さ、ケースに死体が入ってるさ。ケースに死体？顔面蒼白で現れたのは案の定、赤ペンを耳に挟んだ舞さんだった。赤ペンを耳に挟んで、赤ペンを耳に挟むのは競馬のやつなんだよな。競馬のおじちゃんなんだよな。右手にペンを持って耳にペンを挟んどるんか。すごい身なりだな。必死の形相でしきりに物騒なことを連呼している。ケースって、この陳列用のガラスケースですか？そうっす。
私はとんでもねえ事件の目撃者になっちまったかもしれねえっおう、それはまさかいわゆる密室殺人というやつ。いや、違うぞ。ショーケースの中で殺されたんだったら密室殺人かもしれんけど、殺されてショーケースに入れられたんだったら密室殺人ではないからな。事件の匂いを嗅ぐや途端に色めき立つ所長。だが、その真相は儚くもすぐ明かされることとなる。あ、わかった。ミイラだ。ミイラとかそっち系だ。学がねえからこの記者。ああ、それはミイラでしょう。そういうことか。中森さん。危ない。中森さんが登場早々死ぬ。オープニングにも出た人物なのに登場早々死ぬんかと思った。そうか。相手が学のない女ってことを忘れとった。戻ってきた中森さんは優しい表情でそう言った。その片手にはどこからか持ってきた数枚の紙っぺらが握られている。ミイラ？ミイラというと加工して乾燥された死体のことか。そうです。3階では中近東の物品が展示されてますから。おー。なんでそんなもん置いとくんすか？めちゃくちゃなこと言うな。ミイラと聞いてもピンとこない様子の舞さんはその説明を聞いてなおも飛び上がっていた。歴史的なものってこういう多分そうなんだろうな。やれなんか男女が平等だすったもんだとか言っとって、ダビデ像とかミロのヴィーナスとかもさ、今なんかすごい性的なものとして見られとるからさ、センシティブな芸術ではなくね。そういうのもあるくらいだからさ、なんて言うんだろう、こういう学のない人間が歴史を軽んじて物事をダメにしていくんだろうな。だって学のない人間からしたらあれはミイラではなく死体なわけやろ。ね、死体なんて展示するなんて不謹慎だとかさ、死体だったら捨ててもいいよねみたいなことになってさ、ね、死体だからかわいそうだから埋葬しようよみたいな話になってさ、そうやって歴史的な遺物が全部なくなっていくわけでしょ。なんかそう考えると人間って罪深いよね。確かに前知識なくいきなりミイラを目撃したら驚いて当然な気もする。かといってなんか説明書きとかあるでしょ。博物館に来てそれはないと思う。やっと心臓が落ち着いてきました。博物館があんな物騒な場所とは知らなかったっす。あのミイラも貴重な資料なんですよ。古代エジプトのお墓から掘り起こされたものですし。胸に手を当てて初めてミイラの衝撃を落ち着かせるマイさん。で、どうしてここに？俺は転がりを伺って話しかけた。こんにちは、マイさん。おお、未来人の風見司殿じゃないっすか。どうすかここらで一度取材で。こういうのんでりなところだろうな。絶対嫌いだわ。こいつが攻略広いんじゃなくてよかった。未来人？ミラノ人です。パスタ大好き。ブオーノ。そうした。はあ。腹一発殴れやんやに。っていけやんのに。体で覚えさせるしかないやろ、こういうやつは。だんまりするように以前伝えたというのに、まるでブレーキのかかっていないお人だった。憲兵隊がやっても、憲兵隊の凄みがあってもこうだからな。時間が経てば忘れるからな。なんか悲しいな。まあ未来人なんて口頭無形すぎていくらでもごまかしが効いてしまうんだけど。まったく、そもそもどこから湧いたのだ、分野の娘。あの怪盗ヘイストが現れたっつう情報を入手しやしてね。事件のあるところに必ず現れるのがジャーナリストっす。ならばお前が犯人だ。心外な。犯人は現場に戻る。
なんでも用事は俺たちと同じというか、やはり怪盗絡みのスクープを求めてのことだった。まあいい。今ちょうど中森氏から事件の詳細を伺おうとしていたところだ。ほほう、ぜひ私にもお聞かせ願いたいっすね。警察の方には昨日説明したんですがね。何かを取りに戻られてたようですが、そちらは？ええ、お待たせしました。実は今度当館では企画展として時の展覧会を実施する予定でして。時の展覧会。おー。時の展覧会？中森さんはそう言って持参してきた紙を俺たちへ渡した。これがその展覧会のチラシです。期間は6月からなのでまだ準備段階ですが。なるほど。無論印刷やフォントはこの時代らしく古めかしいが、展覧会のチラシとなれば現代でも街中じゃよく見かけるもの。これらの予防点や生活改善点を成功させてきた我が館が満を持して挑む新たな科学展覧会です。すでに各方へ協力を取り付けてまして。これらの予防点というのはこれらの予防法を展示する博覧会ってことっすかね。ええ。展覧会のコンセプトはなかなか独特に聞こえたが、博物館の機構自体は現代とそう変わらぬものであるようだ。毒展とかもあるくらいだからな、現代で言えば。いろいろあるんだろうな。でもそれなら、時の博覧会というのは、時間を展示するわけにもいかないと思いますが。いいご質問ですね。時の展覧会では時間に関する品を網羅的に展示する予定なんですよ。大昔の万年時計から最新の軍用時計まで。なるほどね。ほう、それは興味深い。あとはもう使われなくなった銅なんかも展示するんですよ。誤報。12時になると毎日鳴らされるあれ。この時代に来てすっかり馴染んでしまったものの一つだ。ほら、現代人って何かと時間を急ぎすぎだと思いませんか？猫も杓子も1分1秒を気にして世話しないったらありゃしない。この動画も倍速再生されとんかな。聞いとるか？倍速再生してるお前のことだぞ。微妙に賛同しかねる問いだった。俺の知る現代人の方が今よりずっと時間を急いでいる。お前だぞ、倍速再生をする。おい、お前。そこのお前だぞ。聞いてるのか、お前。お前のことだからな。でも、そういうのは昔から言われていることなんだな。最近の若者は、みたいな感じで。時代が移ろっても普遍的に社会に横たわっている風潮なのかもしれない。おおよそのところは把握した。つまり奴が手をつけたのもその展覧会に出すはずの品だったということですな。ええ、その通りです。落ち込み気味にそう言って中森さんは再度メッセージカードを取り出して見せた。根天儀と読むのか？あれ？はい、それが盗まれた品になります。ちょうど倉庫に収納していたもので。さっきその話しとったやん。どうした急に。
何でもまだ公に展示していなかったはずの物品を盗まれてしまったということだった。しかも、それに何やら裏面にも謎の文言が残されておりまして。初情報や。裏面の謎の文字ですか？中森さんはそっと置き手紙を裏返す。すると今度は横書きの文章が現れた。ほう。ほう。これが怪盗の残した謎のメッセージ。激写っす。ケースの上に置いたメッセージカードを舞さんはいろいろな角度から写真に収めていた。繰り返しても別になんか読めるあれではないよな。右からエラズ、これ例かな。エラズレスートエカエイスわからん。なるほど。確かに謎めいた内容ではある。エラズレ。いや、これはレじゃないか。後半にあるイとエの複合形みたいな文字も見慣れない。なんかめちゃくちゃな文に見えるんすけど、こういう展示品でもあるんすか？いえいえ、ありませんよ。その文章に関しましては何のことを示しているのやら、私どもにはさっぱりで。わざわざ記したということは何かを知らせたいのだろうが、こうも挑発的な態度でよく今まで検挙されなかったものだ。怪盗ヘイストは神出鬼没、変装の名手とも言われてるっすからね。でもここで私が奴の正体をすっぱ抜けばこの手紙からすぐに意図は察しきれない。所長と一緒やな、よう考えてみたら、この女も。だが、所長も言うように、あえてメッセージを残しているのだから、少なくとも意味はあるのだろう。その上で素直に捉えるなら、暗号ですかね。そう考えるのが自然だろうな。にやりと北総 M 所長。この展開はどうやら彼女の好みに沿っていたらしい。盗まれたコンテンギってのはどういうものなんすか？で、盗まれたなら見れねえっすね。そうなんですが、写真ならあります。収蔵品に関してはきっちり管理する決まりですので。写真ならと中森さんは、以前に撮ったらしい写真を見せてくれた。ほう、これが。コ天儀ですか。星を見る地球儀みたいなものか。無論のこと白黒なので実物とは違ったが、それでも、鮮明な写りをしていた。これ地球儀っすか？いや、陸地がどこにも書かれていないな。日本もイギリスもないぞ。そこが面白いところなんですよ。本店に言うくらいだからな。やっぱ空なのかな。所長は片眉を歪めつつ写真を区切るように見つめている。それが地球儀と異なるのは一目瞭然だった。でも。あれこれって、なんとなくかつて見た光景が写真と重なる。本天儀という呼び方にピンときていなかったが、もしかすると、この根天儀ってもしかして渋川晴美の天球儀ですか？ああ。風見さん、ご存知で？
当たっていた。ラッキーヒットだったが、二重の意味で俺は驚く。どういうことよ。やはり地球儀ではないのか。天球儀とは何だ？天球儀は地球儀の逆で、天球の星なんかを示した模型ですね。星座とか赤道とかが書かれています。星座？それは星座です。何も、実際にボケなくても。そう言われても星座以外の星座なんか知らないっす。乙女座とか水亀座とか。どんな座り方だ？さすがにびっくりだ。この時代ではまだ星座という概念そのものが浸透していなかったらしい。まだまさか地動説じゃないよな。でも100年前って地動説っぽいよな。天球儀がないくらいだもんな。怖いな。誕生日月で割り振られるあれも当然なく、ここから話すと長いので、ひとまず噛み砕いて説明することにした。話を戻しますと、つまりは星空をかたどった模型ということですね。ふむ。夜空に浮かぶ星の配置を模した球体モデルといったところかな。はい。でもってこれは1690年に渋川晴美が制作した日本最古の天球儀になります。後に日本初の天文学者と呼ばれる人物です。へえ、難しいことはよくわからんすけど、なんかすごそうっす。完璧な解説ですよ。いやはやお若いのに素晴らしい。よく知っているな。さすが我が右腕。いや、ちょうど見たことがあるんです。まさにここで。何？まだ展示されていないはずの展示品を見たことがあるというまさに矛盾。見たことがあるってことは盗まれた後帰ってきとるってことやんな。未来人が見とるってことは。そういうことやろ？それは現代において俺が理科の課外授業か何かでここの博物館を訪れていた賜物だった。探偵さんの知識というものは恐れ入りますな。我が館の学芸員でも最初は何者か分かりかねると言いますのに。いやそうでしょうとも。彼は歩く百科全書と言われておりましてな。古今東西あらゆる知識を備えた英知の伝道なのですよ。まだなんか言い始めたな。普通にインチキじみた方法なのでとても気まずい。しかも所長のハったりの片棒を担ぐみたいになってしまった。しかしそれなら話は早い。怪盗とやらに奪われたコンテンギをあなた方に取り返してほしいのですよ。改めて依頼を要請する中森さんに対し、所長はどんと胸を張って返答した。もちろんお任せください。私の頭脳にはすでにキャッツが尻尾をつかまれて慌てふためく姿が描かれていますよ。おお、それは頼もしい。その現場にはぜひとも私を連れてくっす。奴の正体をどこより先にすっぱ抜けば、女性記者初の昇進間違いなしっす。その、大スクープを、前に目を輝かせる舞さん。こちらとしても、俺のことを好き勝手書かれさえしなければ、彼女に協力してあげたいという気持ちはある。心配はご無用。
怪盗は探偵に敗れると相場が決まっている。そして防衛に成功した暁には艦長。はい、奥にしまってありますが、中東の絨毯を持って行って構いません。何？なんでも今回の報酬はそういうことらしかった。いつの間に交渉したのかは知らないが、所長が喜ぶということは値打ちのある一品なのだろう。勝手に、収蔵品を譲渡して大丈夫なんですか？もともとは自分のコレクションですからね。あまり人聞きは良くないので内緒にしてもらえると助かりますが。館長爆裂金持ちやん。裏取引というかなんというか、お互いの理解がきっちり一致する形で俺たちの新たな依頼は幕を開けた。我がチェリー探偵事務所の威信にかけて、必ずやかの大怪盗ヘイストをひっ捕らえてみせましょう。上野を後にした俺たち。博物館はまだ開館時間で人の入りもそこそこあったので、ひとまず目録だけ預かって帰ることにした。それでどうするんでしょうか、所長。どうするとは？自信ありげな様子でしたけど、所長のことですからまだ何も思いついてないんですよね。あ、よくわかってらっしゃる。よくわかっていらっしゃる。ほう、よくわかったな。助手のポジションもなかなか板についてきたじゃないか。そうだね。これは助手とかそういう問題なのだろうか。とりあえずいつも通りゼロからのスタートに違いはなかった。しかし私をあまり見くびってもらっては困る。今回は全くの都市空間ではない。おう。と言いますと？ズバリこの置き手紙に記されていた暗号、これが事件の鍵を握っていると見た。はい。それは誰もが分かってますよ、所長。所長！そりゃそうだろというような顔をするな。すいません。否定はできなかった。とはいえ、今のところはまだ俺も答えを導けていないから責められないけど。でも、暗号が解けたんですか、所長。エレメンタリーだよ、司。この七色の頭脳に解けない謎などない。おー。で、ズバリ、この暗号の解読をお願いします。まずだ、偉大なるホームズの言葉を借りよう。不可能を消去すれば、最後に残るのがどんな奇妙なものであっても、それが真実に他ならない。つまり、最初から真実ばかりを求めるのではなく、余分なものを削っていけば、究極的には真実が残るというわけだな。はい。なるほど。では、その流儀にのっとって考えると、故にこの文章の中から私が不要と思う部分を削る。私が？はあ。削りすぎでは？まだ贅肉が多い。さらに削る。いえ。二文字になってしまいましたが。残った2文字をそのまま読むと「いえ」。つまり根底には
怪盗の家に置いてあるということだ。いつにも増してひでえな、所長。どうしたんだろう。いつにも増してひどいな。なんか嫌なことでもあったんかな。所長嫌なことでもあったんかな。所長は満足げに、鹿打ち棒の唾を跳ねた。なるほど。理解してくれたか？間違っていると思いますが、おかげで正しい答えが導けました。なんだと？所長に頼っても仕方がない。左から4番目に置かれているこのレみたいな文字。所長に言われて思い出したが、これは昔に使われていた野行のイだ。確かイの最初の2画を取ってそう呼ぶ。へえ。そして右から2番目のイと絵を合わせたような文字も見たことなかったが、おそらく同じ野行の絵だろう。この暗号の解き方ですが、比較的シンプルなものです。50音それぞれ1つ上にずらす。削っていくのではないのか？違いますね。や、い、ゆ、え、よ。この時代でさえ使われないであろう野行の愛といをわざわざ表記した上、そこにはただのいやえじゃ済まされなかった理由がある。ずらすというのはつまり、えをう、らをよ、ずをじ、いをやで具合にいがあを示すものと思ってもらえれば。ほほう。それに、俺はこれを右から左に読むというのも忘れてましたね。未来だと逆なので。しかし所長のミスリードのおかげで、くしくもかけていたピースがきれいに収まる。えらず、すうと、えかえを一つずらすと、うよじやしいて、うおうゆち。これを右から読むと、中央停車場。中央停車場ですかね。中央停車場。読み解けたとは思うものの、その名称に心当たりがない。しかしそこは所長がしっかりカバーしてくれた。東京中央停車場は東京駅の旧名だ。へえ。